こんにちは、中西智子です。今日からこの YouTube で私の息子がどのようにしてバイリンガルに育ったのかということをお話ししていきたいと思います。バイリンガルに育ったと言ってもアメリカと日本に住んでたのでそれは簡単だって思うかもしれませんし、私もなかなかその辺の話は難しいなと思ったんですけれども、日本に住む日本人の人でもできることもいくつかあるんじゃないかなと思ったので、今日はその、まず一つ目の誰でもできるんじゃないかということからお話ししていきたいと思います。これはこれまでの私の経験を生かしてお話ししますので、一つの参考にしていただいたらと思います。まず結論から言いますと、音なんですよ。いろんな音を聞かして、耳を鍛えるということですね。耳を、鍛えると小さいうちにですね、小さいってどれぐらいかな、幼稚園ぐらいまでですかねに耳を鍛えると、その後の人生全然やっぱり耳の音の取り方が変わってくると私は思っているので、できることとして音をいろいろ聞かせるというのをやってみたらと思います。それでじゃあどのように音を聞かしていったらいいのか、どんな音を聞かしていったらいいのかということなんですけれども、実際できそうなこと、私がやってたことを2つお話ししてみようと思います。まず1つ目は音楽ですね。皆さんも浮かんでるかもしれないですし、実際してる方も多いと思うんですけれども、音楽を聴かせるということです。まずは喋る前にでも耳は発達してますので、実際そうですよね。胎児でも耳は聞こえてるとかっていう話も聞きますので、私は生まれてすぐでもいいので、耳にいろんな刺激を与えたらいいのではないかと思ってやってました。でその音楽なんですけれども、クラシック音楽はやはりとてもいいと思います。音域も広いし、周波数というんですかね、やっぱり日本語にはない周波数のところもよく入っていると思いますので、それはとてもいいと思うんですが、そういうものにこだわらなくてもいいですし、実際私が、長男の時にやってたのは日本だったので、お母さんと一緒の音楽テレビを見ながら一緒に歌ったり踊ったりしたり、あと子供用の童謡のカセットテープですかね、あの時代ですのでをかけて一緒に歌ったりしていました。でもその2人目も日本なんですけれども、もう2つになったらアメリカだったし、3人目はもうアメリカで生まれたので、どんどんこちらも忙しくなって一緒にこうかけて歌ったりっていうのはなかなかこうできなくなってくるんですね。でそれでもいろんなことができるんですね。で音楽の種類にこだわらなくていいっていうことなんですよ。音楽だったら今思えばですね、音楽だったら何でもいいんじゃないかなと思いました。大切なポイントは親も一緒に楽しんでるということだと思います。そうすると毎日、続けられますし、やはり今だけ聴いたらいいとか1日30分音楽を聴きましょうとかそういうものではないと思いますので、私はやっぱり音楽好きですし、そんな童謡が好きということでということもないので、アメリカにいる時にはもう車ばっかりなんですね。送り迎えとかそういうお買い物も全部だから車の中でずっとラジオをかけてたんですけれども、そのラジオは普通のアメリカで普段にかかってるポップのマイケル・ジャクソンとかセリン・ディオンとかそんな感じですよねの人のとかをかけて、私はそれなりに私が楽しんで私のためにかけてたっていう感じなんですけれども、子供たちは特に三男なんかをベビーチェアに座りながらずっとそういう音楽を聴かされてるわけですよね。でそういうふうに育ったんですけれども、やはり音はずっと聴かしてて、親も楽しみながらいつも聴いてると、やはり、音楽大好きですね。みんな3人とも何かあったら音楽聴いてますし、音楽は大好き。それでいろんな音がそうだとか違うとかっていうのを取るので、やはりこれは皆さんができる大きなことだと思います。それでもう一つですね、もう一つは音を取るというので、実際のその言語ですね、言葉話すということです。親はですね、両方いっぱい喋れたり
昔のようにおじいちゃんおばあちゃんがお家にいるとよりいいかとは思うんですけれども、今は、私が実際そうだったんですけれども、お母さん一人で日常いる時が多いので、いっぱい話しかけるということですね。じゃあ1歳の子にどんな風に話しかけるのっていうと、今私も孫が1歳でいるんですけれども、実際住んでないんで、スカイプとかでお話ししたりするんですけれども、向こうは大した言葉が喋れないわけですよ。初めは「まんまんまん」とか「あー」って言ってるだけですよね。でもそれに対してですね、こちらは反応するんですね。で話しかける。いつも何かするたんびに、もう朝の「おはよう」から「あ、よくできたね」とか「あ、食べてるの？おいしい？」みたいなことをずっとお話しするんですよ。そうすると向こうは「ああ」とか言って何か言ってきますよね。あ、そうなんだ、へえ、そうなの、お話ししてるのっていう感じでこっちも反応するんですよ。話してきて、こちらが話しますよね。なんか反応しますよね。そしてこっちもまた反応しますよね。そうしたらその年齢なりの会話というか音の刺激がずっと耳にいってると思うんですよ。そういうのもすごく大切で、音楽は実際に歌ってたらいいんですけど、外から入ってくるだけでなかなか出れないですね。口から出るとこはいかないですよね。で、言葉だと入ってくる時の入り方もですね、なんかいつもいるお母さんが私を見て喋ってるみたいな感じで、聞き方もちょっと違うと思うんですよ、その集中力っていうのも。でそれを聞いて自分もなんか音を出そうとする。そのうちに同じ音を出そうとして、すごくその親のしゃべる家族のしゃべり方っていうのは影響されるということ影響されると思うんですね。なのでそういうふうにお互いで話せるように持っていく。もちろんおとなしいお母さんだと黙ってることも多いかもしれないんですけれども、その辺は少し努力してお話ししていくというのが大切かなと思います。実際ですね、こういう例がありました。三男が4歳まではアメリカに行ってたんですね。生まれてから4歳半ぐらいですかね。それで4歳半で日本に帰って、今度9歳まで日本の普通の、幼稚園に行って、公立の小学校2年生まで行って、で9歳でアメリカ、今度はロサンゼルスにまた引っ越ししたんですよ。でセカンドラングエッジという、援助してくれるクラスがなかったので、日本人も1人だったので、もう普通のクラスに入れてもらったんですね。私はそれでいいと思ってたんですけども、大した勉強もしないしと思って、まずは友達作ってほしいなと思ったので、それで OK で、行ったんですけど、3ヶ月ぐらいしたら結構もう喋りだして、半年だったらもう十分学校の授業もついていってるし、言ってることは分かってますよって言われて、で先生の方からちょっとそういう言語の先生とかカウンセラーみたいな人がいてて、聞かれたんですね。でやっぱり普通は1年ぐらいは十分かかるのに、この子は早いって言われたんですよ。それでなんか嬉しかったんですけど、何か知ってましたかって聞かれたんで、4歳半まで英語喋ってましたって言うと、それは言ってくださいっていう感じで、その後完全に忘れてて、もう1、2、3も数えれないようになってたんですよ、アメリカに戻った時は、2回目行った時は。なのでもう全く英語を話せませんって言ってたんですけれども、実はそのカウンセラーの方が言うには、脳の中にはですね、それぐらいの年齢、4歳半ぐらいまでの音は絶対どっかになんか残ってるんですって。でそれがある刺激が入ると出てくるっていうか、音は理解してるのですごく早いんですって、次の言語をもう一回言語を蘇らせる時に。だからそれが言えてるなと思ったので、もちろん言語だったら、ラッキーだしいいかなと思うんですけれども、別に音を入れてたら、音楽とか音を入れてたら、また今だったら英語の音も入れることできると思いますので、英語に限らず他の言語もそうですよね。いろんな音に触れさせる。それが今だけとか、何時から何時とか、なんか習い事みたいなんじゃなくてですね、自然な形でそれも親も楽しめるっていうのができれば、それが、自然に脳の刺激になって、今幼稚園ぐらいまででやってあげてることが、もしかしたら大人になってから蘇ってくるかもしれないので、ぜひ音を聞かせるということをやってみてください。これが何かの参考になったら嬉しいです。それで
どういうふうにするかのうちの一つなんですけれども、よく私もお母さんと一緒を昔見てたっていうのをお話もしたんですけれども、テレビですね、テレビをずっとかけっぱなしするとか、子供にテレビを見させておく、今だったら、パソコンとかなんか携帯をこう与えて見せておくっていうのは、私はそれはあまり有効だとは思わないんですね。親が楽しんでないですよね。子供ってやっぱり親と一緒に楽しむっていうのを結構吸収するような気がするんですよ。なんか集中力が違うというか、で親が声に出して歌ってるとか話してるとか、そういうのが刺激になると思うので、もしテレビとか、いい、ビデオとか見るとしたら、一緒に集中できる時間ですね、10分とか15分ぐらいかなと思うんですけれども、一緒にすればそれはいいですけれども、なんかこれ見ててねみたいなのでいろんな英語の教材みたいなの見せるのはあんまり関係ないと思います。それでもう一つなんですけれども、私が実際やってたのは、私アメリカではエアロビクスを教えてたんですね。でその時のエアロビクス音楽っていうのは、自分でも練習しますし、そういうテンポのある音楽が好きだったので、これもしょっちゅうかけてたんですよ。それでですね、何だったかな、ちょっと待ってくださいよ。そうそう、それでですね、楽器なんですけど、楽器もすごくいいと思います。楽器は、ほとんど、ピアノとか、実際に私が知ってる、人で綺麗な音で両方の言葉喋ってる人なんで、バイオリンをしてる人もいるんですけれども、とてもいいですね。それはやはり、普通にパッと聞くよりもすっごい集中してるじゃないですか。だから耳が鍛えられるんですね。やはり喋らせるっていうよりも、耳を鍛えて基礎作りをするというのがバイリンガルの基礎作りの第一歩だと思いますので、ぜひ試してみてください。それではまたよろしくお願いします。